皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんですよ。いつもチャンネル登録ありがとうございありがとうごまざいす。ます。金曜ワンダフルの時間がやってまいりました。楽しみにしてた？お腹は約3ヶ月かけて 7.6 キロ減になりました。なっちゃいました。どうやって痩せたのか解明していこうと思います。それでは早速参りましょう。まずスタートから、はい、2月の2日からスタートから今現時点で、2.65 キロお痩せになりました。はい、すごいですね、スタートから。スタートはね、でもスタートはやっぱ落ちたが楽しいよね。で今回は2月13日スタートが 82.4 でした。はい、そして2月の23日は 80.5 の 1.9 キロダウン。スタートの2月の2日からでしたら18日間で 2.65 キロ落ちております。あらま。食事内容はどうでした？このぐらいになるとやっぱ食べたいっていう気持ちが落ち着くので、なんかだんだん食べる時間が早くなるので、そうなるとね。ちなみにじゃあキーワードいきますね。今回は刻んでいく。刻む。要はこのダイエットしてるとやっぱり倦怠感とか、その倦怠期っていうんですか、なかなか落ちない時期とかもう日頃あるんで、だからこそ大きな幅のダウンもいいですけど、ちっちゃくちまちまかもしれませんけど、これはもう辛抱強く刻んでいく。どうでした？だからさっきおっしゃったように、刻んでいく生活が始まりました。はい、刻むね。じゃあお食事は普通になってくるね、だんだんね。つまり刻んでいくための大きなキーワードはルーティン。そう。じゃあいつも通りね。オナウ君のこのルーティンを聞きましょうか。どうぞ。ある日の一日、1食目は11時に食べます。2回目が今2時3時前には食べるようになってますね。3時前。じゃあ3回目は3回目は6時ぐらいに、ちょっと前までは食べていたけど最近は食べないで。食べなくなった。2食になっちゃった。これね、無理してじゃなくて、なっちゃっただからカンボジアのね特色なんですけど、食欲も抑えて間食も抑えて落ち着かせ感が出てくる。つまり前回のこの刷り込みがさらに刷り込んできた。そう必要以上に本当いらないみたいな。無理して食べるよりはもうだから多めに作るんじゃなく、もうこれぐらいかなって形で。多かったな、あと一口だから食べようかなじゃなくて、もういいやと思って。その時よく聞かれるんですけど、飲み物なんですけど何飲んでますか？その時、普通に水なんです。でちょっとやっぱ昔からコーヒーは好きなので、ブラックコーヒーは飲んでますよ。お茶とかはお飲みにならない？お茶が悪いとかじゃないけどね、もともとコーヒーの方が好きだったっていうだけです。じゃあコーヒーとお水を飲んでました。量はどれぐらいでしょう？お水は。量は意外と飲んでるかもしれない。毎日半身浴するので汗出るので飲まないと大変なんで、お水は結構飲んでます。じゃあオナウ君のおさらいしますね。日々のルーティン。まず朝ごはんは11時台でございます。11時台に食べよう。量はこれ普通ですか？ちょっとね、オープニングのねお食事写メがあるように、あんな感じですか？とか、その最初の2月ぐらいだったらね、冷凍弁当とか食べてるので、バランスのいい食事になってるんじゃないですかね。そしてお昼ご飯が3時。3時も冷凍弁当ですね。間食はどうでしょう？この時はまだちょろちょろしてるんじゃないかな。そして夕方の6時台はもう何も。今は食べなくなりました。だんだんと食べなくなっていきましたね。ほんと最近です。我慢して食べなくなったんではなくて、全然なっちゃったっていうだけです。でもどうなんでしょう、地味かもしれないけど、この日々の刻んでいく生活を逆に楽しむ自分もいらっしゃったんじゃないですか？自分はどっちかって諦めた。諦め？
諦めた時になんかもう諦めてもういいやと思った時にこう同じリズムを刻むようになるかな。つまり観念したんですね。あかんねんあかんねん。チューハイチューハイって言ってたオーナー君はもうどっか行ってある種こう観念してもういいかなって感じ。どう言えばいい、諦めとも違ってなんかもういいかなと思った時に、はい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 って刻んでいくようになるから。辛かったことってありますか？このやっぱり約18日間目の間に。やめようと思ってる間はやっぱ辛いよね。今日はやめれたけど明日はどうかなとか、好きやらば飲み会行こうって言われたら、いや行く飲む機会できたみたいなね。そこもうなんていうのかな、自分の中でこう忍耐との戦いだったんですね。どうやってお断りすればいいのかって断りきれなくて行って翌朝後悔するよりはあえて乱したくなかったのかなって私は思ったんですけど。絶対に行かないって断った時もあったしね。はい、5、6回お誘いしたんですけど、いつもの男3人衆の集まりにみんなが「さあちゃん電話したらさあちゃんもう一回やってよ」って言われながら、そのたんびにオーナーちゃんは「いいえ行きません絶対に行きません」じゃあ今回の大事なキーワードの答えを言いますと、刻んでいく中で必ずお誘いとかあるんですけれども、邪魔が入るんです。そこに対して言い方とかいろいろ考えながら、やっぱりいかにいかないことか、お仕事のねお付き合いでどうしても懇親会は例えば担当とか幹事とか抜けきれない時はありますけど、それはしょうがない。だけど普段のお友達とのちょっとつながりでちょっと実際お断りできそうな部分は断ろうがいいかもしれません。どうでしょうかオーナーさん。断れる人たちに対しては断ってしょうがないやつはね、この漢方茶の効果でやっぱり食欲を抑えられてる部分でもう手が伸びてこない、だいぶこの軌道に乗ってきたんじゃないでしょうか。軌道に乗ってきましたよ、ここら辺から。最後からじゃあちょっとオーナー君に漢方茶の説明をお願いできますか。はい、漢方茶はですね、ストレスがたまる、食べたいみたいなのがなぜか落ち着くんです不思議な漢方茶。それがでも多分体質改善というやつなので、漢方が得意とするところですよ。地味ですけどね、地味でもコツコツ伸びてます。詳しいことは下の概要欄に載ってますのでチェックしていただきたいので、オンラインショップでも販売してますのでお願いいたします。1ヶ月お試しセットから試してね。平均結果1ヶ月お試しセットは 3.8 キロなんですけれども、なんとこのオナー君は今回のスタートから約1ヶ月、モニター平均は 3.8 でしたが 5.3 までちょっとこれ見たら落ちてました。要は2月の2日から、次回3月10日までをラインナップ見せるんですけど、約1ヶ月間おやりになって1ヶ月ちょっと 5.3 キロ落ちてました。マジか。またこのね一見地味なんですけれども、きちんとオナー君が刻んだこの地味なルーティンっていうのがちゃんと数字に跳ね返ってきますので、その辺のところを、見ていただけたらなと思います。そろそろお別れする時間がやってまいりました。次回第3回目1ヶ月間でどうやって 5.3 まで落ちたのか、ちょっとこの辺をアプローチしていこうと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。